最安 XG グレードのジムニーに3年乗って感じた XG グレードの魅力について熱く語ります。まず値段の違いです。最安の XG は165万円からです。中間グレードは178万から、上級グレードは190万からとなっています。ここで押さえておきたいポイント一つ。ジムニーは XG だろうと XC だろうと走破性に関わるラダーフレームや足回りなどの本格4個機構には一切違いがありません。グレードによる違いは内装の豪華さや運転支援機能だったりとジムニーの本質とは離れたどうでもいい部分なんです。そしてそれらはジムニーの膨大なカスタムパーツがあれば工夫次第でどうにでもできます。最安グレードだろうとジムニーの本質である走破性には意地でも妥協しない様子を見るとスズキのジムニーへのこだわりが伺えますね。ということで XG は最高なんです。そして XG は納期が早まりやすいです。私がジムニーを契約した時、納期は2年ぐらいかかると言われましたが、実際には5ヶ月で納車されました。営業の方曰く XG の注文数は1割以下なのでキャンセルが入ると優先的に回ってくるとのことでした。そもそもなんで私が最安の XG グレードを選んだかなんですけど、ジムニーのフォルムに一目惚れして選んだので、見た目が大きく変わらないならグレードとかどうでもいいやったことで XG を選びました。ということで、ここからはグレードによる外観の違いと XG グレードの魅力を熱く語ります。まずフロントから違いを見ていくと、他のグレードにはついているフォグランプがなく、樹脂カバーで覆われています。この辺は後付けできると思いますが、フォグが必須って方は XG 以外のグレードを選ぶのが良さそうですね。実際にジムニーで旅をしていると、フォグがあったらなーってシーンは何回もありました。そしてヘッドライトがハロゲンです。他のグレードは LED の明るいヘッドライトですが、XG のみハロゲンです。ハロゲンのレトロな雰囲気も似合いますし、張り付いた雪が勝手に溶けてくれるのはありがたいです。もちろん LED の方が明るく鮮明で安全だと思いますが、ハロゲンでも視界に不安を感じたことはありませんでした。ホイールは鉄鎮です。XC グレードのホイールはスタイリッシュでかっこいいアルミですが、XG は鉄鎮です。私的にはジムニーは鉄鎮ホイールめっちゃ似合いますし、これはメリットだと思っています。そもそもジムニーのホイールっていじってる人多いですし、あまり関係なさそうですね。ちなみにこのホイールは先代の純正ホイールから色を変えただけです。徹底したコストカットが伺えますね。ミラーは無塗装樹脂でミラーウィンカーなしです。そして納車されたから私が一番驚いたことはミラーが手動だったことでした。最初はめっちゃ不便なんだろうなと思ったんですけど、自分しか乗らない車ってほとんどミラーをいじらないので何の問題もありませんでした。家族で共有する方には少し面倒かもしれません。そして調べてびっくりしたんですけど、XL 以上のグレードにはヒーテッドドアミラーが標準装備なんだそうです。これはドアミラーが曇ったり凍結したりするのを防止する機能です。私は雪国に行く機会が多いので羨ましいです。そしてガラスですが、XG グレードはフロントのみ UV カットで、他のガラスには UV カットがついていません。夏の車内はいつも冷房マックスで運転しています。そしてリアのガラスがクリアガラスなので、プライバシーも何もありません。私はレトロな雰囲気が好きなのでこのままにしていますが、気になる方はスモークガラスを貼る手間がかかりますね。XL 以上のグレードは全面 UV カットのスモークガラスになります。そして XG のカラーバリエーションは4色のみです。XL が7色、XC は2トンも選べて合計11色です。XG だと選べない色もあるので、選びたい色によっては XG は選択肢から外れてきますね。選択肢は狭まりますが、活かしたジャングルグリーンは XG から選べるので助かります。ざっくりと外観についての違いをお話ししましたが、3年間乗っていて唯一不便だと感じたのは UV カットがない窓です。冷房の効きにも影響しますし、この辺は UV カットのフィルムを貼れば OK ですね。次は内装の違いです。一般的な乗用車に乗っている方からすると内装は少し驚くかもしれません。XG グレードの内装は全体的に見て安っぽいです。よく言えば武骨ですね。これで日常使いには困ることもないぐらいですが、もっとメッキ褐色だったりちょっとしたおしゃれさが欲しい方は別のグレードを選びましょう。私はこの道具っぽさが好きなので内装は気に入っています。エンジンは鍵でかけるタイプです。
鍵タイプだとブレーキを踏まなくてもエンジンがかかるので、車中泊の時とか何かと便利です。他のグレードはプッシュスタートです。エアコンがマニュアルですが、こんなことはどうでもよくて、むしろ手探りで直感的に操作できて使いやすいですよ。他のグレードはオートエアコンがついているので、設定した温度に自動で調整してくれます。ハンドルはウレタンでスイッチ類もありません。シンプルで最高です。XC グレードになると本幹巻きになるそうですよ。スイッチ類も充実してオーディオやクルーズコントロールの操作もできるようです。余談ですが、パキスタン仕様のジムニーは XG グレードよりもさらに廉価版になっていて、窓は手動でくるくる回すタイプなんだそうです。むしろ気になりますよね。シートはファブリックです。注意点は撥水加工なしなので雑に使えませんよ。座り心地は柔らかくていい感じです。XL 以上のグレードは撥水加工してあるのでアウトドアでも安心ですね。シートカバーのバリエーションも豊富なので気になる人は撥水加工されたシートに変えると良さそうですね。そして大きな違いがリアシートです。XG グレードのリアシートはリクライニングができずヘッドレストがありません。つまり後部座席に人権がないってことなんですけど、このシートは XG 専用設計のシートなので変更ができません。後部座席に頻繁に人を乗せる機会がある方は別グレードを検討しても良さそうですね。シートも分割できない作りになっています。3人乗りで荷物を積む時なんかは不便だと思います。他のグレードは片方だけ倒したりとシートアレンジができます。私のように常に車中泊仕様にしている人や2人乗りの車として使う方は XG でも良さそうですね。そしてフラットにした時の荷室ですが、 XG グレードは耐水性のない布なので汚れたら面倒です。他のグレードはプラスチック素材です。スノボとか釣り道具を積む人はこんな感じの荷室マットがおすすめですよ。数千円で買えます。そして XG グレードにはリアゲートボックスがないので、この部分が段差になってフルフラットにできません。これはホームセンターで数千円分の木材を買えば簡単に埋められるので問題ないですよ。見栄えは0点ですが、コスパと実用性100点満点です。次は快適装備ですが、XG グレードにはシートヒーターやヒーテッドドアミラー、クルーズコントロールはついていません。ジムニーの暖房はアホみたいに効くので、シートヒーターはなくても困らないですよ。この中でなくて不便だなと思ったのはクルーズコントロールです。長い日は1日で700キロとか高速走行するんですけど、だんだんとアクセル踏んでる足がバグってくるんですよね。ジムニーはアクセルペダルを踏み込む量も多いので結構しんどいです。クルーズコントロールが必須な方は XG 以外のグレードを選びましょう。そして XG グレードのみ車線逸脱防止や誤発進防止機能などの安全装備がオプションになります。まあこの辺は前見てちゃんと運転していれば必要ありませんね。まとめるとグレードによる違いは多いですが、それはジムニーに求められる走破性とは全く関係ない部分になります。質素な内装や鉄筋ホイールなど、むしろジムニーにとってはメリットになっていたり、工夫やカスタム資材でどうにでもなる場合が多いです。後から簡単に変更が効かなくてカスタムも難しい部分、例えばボディカラー、後部座席、ミラー、安全装置や運転支援機能で妥協できない方は別グレードの方がいいと思います。このあたりが気にならない方や遊びや趣味車としてしか使わない方はカスタム前提で XG グレードを買うのも楽しいと思いますよ。最後に JB64 全グレード共通の欠点についてお話しします。私がジムニーに乗っていて唯一不便だと感じるのは高速道路での加速です。勾配によってはアクセルペダルを床いっぱいに踏み込んでも全く加速できないこともあります。試乗すればジムニーの独特な乗り心地も体験できると思うので、ぜひ試乗してみてくださいね。どうしても加速に納得がいかない場合は 1500cc のエンジンを積んだシエラという選択肢もあります。そして CL リンクさんから発売されているサブコンピューターなどカスタムでもある程度は改善できますよ。3年で5万キロぐらい走りましたが、高速での加速性能以外は不便なこともなく旅を楽しめています。ということでざっくりと XG グレードについて解説しましたが、グレードによる違いって内装の豪華さや快適機能だったり、ジムニーの本質とは離れたどうでもいい部分なんですよね。結局ジムニーに大事な足回りやエンジンはどのグレードも同じなので XG は最高なんです。私はジムニーを趣味車として乗り回す方には自信を持って XG グレードをおすすめしますよ。
ただ家族で使う方や複数人でドライブに行く方は XG だと少し不便かもしれません。そんな方には最近受注も再開したノマドも選択肢に入ると思いますよ。ノマドについては別の動画で比較しているので、よかったらそちらも見てみてくださいね。最初はナビすらつけていなかった私のジムニーですが、今ではいろんなメーカーさんのカスタムアイテムをつけて装備も充実してきました。ジムニーはカスタムの幅がものすごく広いので個性も出せて素晴らしい車ですよ。私にとっては完璧で最高の車なので、大切に長く乗れるように安全運転に努めていきます。最後にジムニーの海外からの評価をお話ししますね。世界中で活躍しているジムニーですが、特にヨーロッパでの需要は狂気的で、日本円にして500万円近くで取引されているそうです。それでも需要が高すぎてなかなか買えず、プレミア価格で取引されることもあるそうです。100万円台からジムニーに乗れるってとてもありがたいことなんですね。イギリスやアイルランドでは都市でも使いやすいコンパクトサイズの本格四駆としてカルト的な人気があるそうですよ。ジムニーの歴史を解説しているサイトなんかも見つけましたよ。私たちに身近なジムニーが世界中で評価されていると考えると、なんだか嬉しくなりますね。ということで今回は XG グレードの魅力についてお話ししてみました。3年間で長距離乗って思ったことを話しましたが、私の感覚は多少バグってるかもしれません。皆さんがこの動画を参考にして XG グレードを購入して納車後に後悔しないように悪い部分についてもお話ししたつもりですが、ぜひディーラーに行って自分の目で確かめてみてくださいね。この動画がジムニー検討中の方の参考になれば嬉しいです。じゃあまたねー。